おさらい。ルールを無視してこのコースの最速タイムに挑む戦い。ただ速くするだけで良いのかというとそうでもなくて、速度を上げすぎるとレーンチェンジで吹っ飛んでしまう。ので、ローラーセッティングやブレーキなどなど、色々な方法でマシンを抑え込むことになる。ちなみに現在の自己ベストはこちらの、卍会。可変バンパーやイタリアンローラーなどを組み合わせたマシンで、2.20 秒を記録している。そして今回挑戦するのは、空力。この分野の先駆者たちのマシンを見て、自分も作りたいな、と思っていたところ、年末の大掃除で古いドローンを発見。良さげなプロペラがついているので、これを使って空力マシンを作ってみようと思う。せっかくなのでちょっと飛ばしてみる。久しぶりだけど、こういうのは体が操作を覚えているので、意外とうまく操縦できるのだ。というわけで開発を開始する。まずは具材の配置。一番重要なプロペラとモーターは、サイズ的に真ん中に置くしかないのだけど、これはどう見ても先駆者のマシンにそっくり。今まではミニ四駆サイズのモーターを使っていたけど、空力マシンは軽さが性能に直結するので、ドローン用のコアレスモーターを使用する。フロントにモーターを置いて、クラウンギアとプロペラシャフトで四輪駆動にしたいところだけど、見ての通り、プロペラシャフトがもろに干渉している。仕方がないので横にずらして配置。どう見ても先駆者のマシンに。これらの部に合わせてシャーシを設計。プロペラは別体のユニットに搭載する。これに前後ステート、ローラーなどを装備すれば、3D データ完成。今までのマシンとは全然違う雰囲気だな。さて、なぜプロペラを別体のユニットに取り付けたのか。横から見るとこんな感じで、ユニットは可動式になっていて、先端にスキッドローラーがついている。平面走行時はローラーが水平なので抵抗が少なく、坂の頂上やマシンが浮いてしまった時には、プロペラのダウンフォースでユニットが下がり、ローラーの角度が下向きになる。つまりプロペラとローラーの2種類のダウンフォースが得られる。という算段である。さらにユニットは路面に追従するので、マシンがちょっと浮いたとしても、仮面の不圧が維持できる。かもしれない。3D プリンターで召喚中。ここからは組み立て。これに前後ステーをつければ、ハイブリッドダウンフォースジェネレータ搭載マシン。通称、ヒラメ、完成だ。名前の由来は、シャーシがそう見えるから。マシン重量は 60.43g。モーター2個、ギミック搭載にしては軽いな。ハイブリッドダウンフォースジェネレータの動作確認。ユニットが下がるとフロントのローラーが下を向く。あとは実際の走行でこのギミックが発動するかどうか。シェイクダウン行ってみよう。スイッチオン。ゴー。あれ？これは、どうやらピニオンギアが緩かったみたいなので、接着してリトライ。ゴー。おー。入った。よし。タイムは 2.63 秒。一発目としてはまずまずなタイムだけど、記録には及ばない。これは、さすがに慣れてきた。スローで見てみる。LC の頂点を通過した後、マシンの右サイドが下がっている。今度は反対側が壁に当たって下がっている。これは狙い通り、ローラーが下向きになっているっぽい。もっと速度を上げてみたいけど、モーターやギア比は変えられないので、ローラーを変えてみよう。平面では水平になっているとはいえ、ゴムリングの抵抗は大きいので、ゴムリング付きアルミローラーに変更。傾いた時だけゴムが当たるので、抵抗が減るはず。スイッチオン。ゴー。よし。スローで見ると、LC 後半でマシンが大きく傾いている。そして2回目でコースアウト。なので、傾きにくいように高い位置にローラーを追加。ついでにリアローラーも修正。ゴー。
これでうまくいくはずやー。スローで見ると、今までとは違って、壁に当たっている側が浮いている。そして謎の空中挙動。どうやら高い位置のローラーに力が加わると、ステーごと上向きになってしまうみたい。傾きは抑えつつ、可動ギミックを邪魔しない方法を考えた結果、こうなった。ユニットに直接スタビライザーを固定。バンパーとは独立しているので、壁に当たっても大丈夫。ついでにローラーをちょっと変更。これでうまくいってくれ。スイッチオン。ゴー。おお。入った。タイムは 2.45 秒。思ったほど縮まらなか。はまった。スローで見るとこんな感じで、少しバランスを崩しつつも踏ん張っている。しかし4回目で大きくバウンドして姿勢を崩してしまった。そもそもプロペラのダウンフォースが足りないので、壁に当たっていない側が持ち上がってしまうみたい。この先は泥沼化しそうなので、今回はここで終了。狙い通りギミックを発動させることに成功したものの、タイム更新には至らなかった。一方で空力マシンに関する知見が深まり、色々とアイディアを思いついたので、今後のマシン開発で試してみようと思う。